それでは1番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは復縁リーディングです。あの人が別れた時のお気持ち、理由、そしてこれから2人は復縁することができるのかというのをテーマに見ていきます。よろしくお願いします。ではまず早速、離れた時のあの人のお気持ち、なぜ離れたのかという理由をもらっていこうと思います。まずはジプシーカード、そしてその他のカードを使っていきながら、まずカードをすべて出して展開していきます。はい、それではカードをたくさん展開していきましたので、一つ一つ見ていきましょう。まずそのお相手がお別れしてしまった時の原因、理由、お気持ちっていうところを深く見ていきます。そうですね、まずそれはこちらのカードで出しています。そのお相手の方でかなりこのチームと言いますか、家族なのかチームメイト、お友達とか、そのような団体、コミュニティですね、このあたりのことを主張してきています。それはどうでしょうか。お相手とお付き合いしている時にグループ交際をしていた、いつも二人きりになかなかなれなかった、またはご家族のことで問題になっていたっていうのが入ってきますね。家族っていうのも入ってくるんですけど、団らんだったりコミュニティ、そこに属していてなかなか二人きりになれなかったとか、あとお相手がやっぱりその自分にはこっちのなんて言うんでしょうね、コミュニティというか自分が属している会社、チームワーク、この団らんですね、お友達、こっちの方を優先させたかったとかっていうのが理由として入ってきます。あなたのことが嫌いになったわけではないんだけど、2人の時間を割くことはできないし、これ以上ねプラスであなたに時間を割くことができないし、自分はお仕事かな、お友達かな、家族かな、お付き合い、人付き合いとか、どうしてもねこっちの方も優先させなければいけなくて、そこに対してあなたが不満を持つのであれば、これはもうやっていけないっていうふうに思ったんじゃないかなっていうのがね、この方の目線として入ってきてるんですね。あなたがたとえ良しとしていたとしても、自分の中でそれ以上恋人としての二人きりの時間っていうのを作ること、持つことができなかったんだって、どうしても自分はここのチームですね、お仕事、活動、なんでしょうね、どうしてもここの縛りがあって、ここで自分がやっていかなきゃいけないことがあるから、趣味かもしれないし、仕事かもしれない、ご家族のことかもしれないんですが、自分の成功のためにとかかもしれないですよね。それに向かってやっていかなきゃいけないと同時に、恋愛にも注力を注いでいけなかったっていうのがこの方の原因かな。お別れしてしまった理由として入ってきています。伝えたかった、ありがとうって、決してあなたのことを嫌いになったとか嫌になったとか、他に好きな人ができたとかっていうわけではない。だけど誤解を招くようなことをしてしまったかもしれない。どうしてもここのつながりっていうのがあるんですよね。それは男女絡んでくるようなことなのかなとも思うんです。で本人にとっては同性と同じような扱いとして異性のことも接していたんだけど、あなたにとってはそれがね、他に気になる人がいるんじゃないのって思われるようなことをしていたかもしれないっていうことはあるんだけど、自分はそこに下心とか思っていない。でも断れない何かこの付き合い、
絡みっていうのがあって、ここは自分でも大事にしたかったし、この絡みですよねをなくしてあなただけっていうことをすることができなかったっていうぐらい大事なつながりがあったって言ってるんです。なので全てを投げ出すことができなかったイコール、この方のお仕事や活動内容だったり趣味程度のものでは済まされないようなぐらいのね、大きなことなのじゃないかなと思いました。はい、でどっちも両立することができなかった、恋愛とこの自分の取り組み、どっちも両立することができなくて、何度かサインを出した話し合いをやってきたんじゃないかな、あなたと。どうやったらもっとうまくやれるのかなとか、自分でもこっちの方を調整して歩み寄りを見せるっていう姿勢を示した時もあったんだけど、でもなんか噛み合わなかった、うまくいかなかったとか、投げ出したわけではないんだけれども、何度かねなんとかならないかなって喧嘩のたびに調整取ったりとかしたお相手だったんじゃないかな。あなたの方からもお互いね、歩み寄りを見せながらもうまくやろうっていう風にやってきたんだけど、どうしてもそこがうまく調整取れなくて、ここはお別れした方がお互いにとっていいんじゃないかとかっていうことをね、考えるようになっていったんだっていうのが、お相手のお別れした時の理由として入ってきています。そしてあなたにもメッセージを送っているんですよね。お別れした時に何かお相手の方から声をかけられたとか、メッセージを送られてきたとか、それはその未来について、あなたのことを応援してるよとか、お別れすることになったけどずっと応援してるとか、これからもあなたがより良い未来になっていけるようにとかね、何かあなたに対しての願い事っていうのをメッセージに残されたんじゃないかなっていうのを感じました。そしてそのお別れした時、そうですね、やっぱりそのお仕事やお付き合い、活動かな、どうしてもそこ外せなかったっていうのが入ってきていますし、それがそのお相手ですね、その本心っていうところがあまり深くまで見せてくれないような方ですね。そして自分の中で抱えてしまう悩みとか弱音とかはあまり見せなくて、自分の中で問題を解決して進めていくような方、またはそういうお仕事をされている方ですね。普段から人の話を聞くようなお仕事、人前で自分の、素を出せないようなお仕事をされていたのではないかな。なのでその一見明るくお別れしたように見えると思うんですね。私はすごく悲しかったのに、あの人ったら楽しそうにしてるって思った方もいるかもしれないけど、実はこの方の中で、この一人でずっと考えているんだよっていうのが入ってきているんですね。お別れしたことについても多分これが一番最善の方法だったんじゃないか、決断だったんじゃないかっていうふうに考えているし、一人になった時もあなたとお付き合いしている時のことを振り返ってはね、あの時は楽しかったな、良かったなっていうふうに思う時もあれば、お別れした後のあなたの未来を願っている時もあるし、自分には叶えてあげられなかったこともあるなっていう風に自分自身を責めている時もあるし、一人になるとふと考えちゃうんだっていうのがね、今現在のお相手の様子です。ではそのお別れしてしまった原因ってどこにあるのっていう風に見ていくと、ここのカップのキングですね、やっぱりこの人人前に立つ方とか人の上に立つ方なんじゃないかなと思うんです。幅広い目でみんなを面倒見ていかなきゃいけなかったんだとか、支援、この人をサポートしてくれるような方々がいた、取り巻きとか社内でも人気だったとか、目上の人からね抜擢されて、どうしてもね仕事優先させなきゃいけなかったんだとか、自分がトップに上り詰めるために今やらなきゃいけないことたくさんあってとかね、そういうところが原因だったんじゃないかなと思います。あとはやっぱり優しいから、いろんな人に対してね、何でもいろんな相談事を受けちゃったりとか、忙しくて時間なくてデートもしなきゃってあなたとの約束もあるのに、無理して仕事請け負っちゃったりとかするようなところ、優しさもあったんじゃないかなっていうのが出てきていました。原因のところですね、優しさを分け与えすぎていた周りの人に。
でもそれぐらいしなきゃいけないぐらいのね立場とか役目の方だったんじゃないかなっていうのも入ってるんですね。はい、では、どうすればよかったのかなとか、こうすればよかったのかなとかっていうのはね、いろいろとこの方の中でも考えていることはあるんだけれども、この別れた理由とか現在のお気持ちを見ていったので、じゃあこれから復縁できる可能性はあるのかないのかっていうところで見ていきましょう。復縁する可能性として、もしねあなたが今でもお相手と連絡取り合ってるとか、今でも連絡しようと思ったら連絡先知ってるよとかっていう間柄であれば、連絡取ればまたそのお友達からっていう形でねスタートしていく、再開してご縁をまた紡いでいける可能性はあります。いきなり復縁とかやっぱり好きなんだよとかって言って燃え上がるようないきなりの再会っていうのはないんだけれども、まずはっていうところで外堀から深めていくというか、もう一度距離を少しずつ縮めていくという形であれば可能性としてすごく高いです。だからこの方の中でもあなたとまたご縁をね戻していくというか近づけていくのは悪い気はしていないと思います。そこからどう物語が紡がれていくのか、お互いがどのように歩み寄っていけるのかっていうこととか、どれぐらいお互いをまた理解して信頼し合っていけるのかっていうことがこの人の中のポイントになってくるんじゃないかなと思うんですね。別れた時も今現在もこの方の仕事内容とか状況環境っていうのは変わってない、おそらくそんなに大きく変わっていないと思うので、誰かのために尽くすお仕事をされていたりとか、人前に立つ物事を教えていたりとかですね、そうですね、管理していたりとか、かなりお仕事に重点を置かれている方だと思うので、お仕事または活動、趣味とかだとしてもかなりプロ級のように幅広く活動されていると思います。恋愛よりも大事なこと、結婚とか恋愛を二の次にして今これをやらなきゃいけない、自分これのためにね恋愛や結婚を犠牲にしなきゃいけないってぐらい大きなことを掲げていた方なんじゃないかなと思うんですね。そのスタンスは多分今でも変わっていないです。そのあたりを2人でまた縮めていけるんだったら復縁の可能性はあります。なのでまずはもう一度ご縁を紡ぎ直すという感覚で連絡取り合ってみたりとか、いきなりやっぱり好きだからやり直したいとかではなくて、少しずつ距離を縮めていくっていう形であなたの方から動き出していくとお相手も応えてくれると思います。はい、ということで可能性としてはあります。復縁の可能性はある。それよりももっと可能性があるのが、まずスムーズな流れを作ること。連絡をあなたの方から待つんじゃなくて自分の方から動いてみて、そしてお相手の反応を確かめてみてください。多分忙しい方なのでポンポン連絡が返ってくればいいんですけど、忙しくて何日か空くっていう可能性もあります。このお相手がねもともと連絡頻度がどんな感じの方なのかってことにもよるんですけど、そんなに待たせることはしないと思いますが、連絡したからといってすぐに返事が返ってくるかって言ったらこの人の忙しさ具合で変わってくるかなっていうのはありますね。ちょっとルノルマンカードを使ってもう少し出していきましょう。今はまだ復縁っていうのをはっきりと描いているわけではないと思います。この方恋愛するっていう気持ち、スタンスっていうのが今できていなくて、どちらかというと自分の仕事、取り組み、このやってることですね、この団体つながりっていうところに対してもっと深くね自分のレベルアップをしているところだから、極みを目指してるんですよね。そこで応援していくっていう形を取れば今またご縁は深まっていくんですけど、どうでしょう、この人の進捗具合にもよりますね。まだすぐには復縁とか他の人と恋愛っていうところには至っていないですね。こっちのやっていることの方に夢中になっているっていう、あなたに対してどんな思いを抱いているのか、鍵のカードですね。なんか手がかりを探していたりとか、
またもう一度つながり合えるきっかけですよね。きっかけっていうのはこの人の中でも求めているものがあるんじゃないかなと思います。嫌いでお別れしたわけではないから、もう絶対あなたとはやり直せないというふうには思ってはいない。問題はこの人の活動内容というか役目ですよね。ここに対してじゃあどうやって折り合いつけていこうかって、お互いが歩み寄りを見せるかどうか、どこで折り合いつけるかっていうことだと思うんですね。その着地点がお互い一致していれば復縁の可能性は全然ありますし、もう一度近づいていってみて様子見てください。お相手もあなたに対する思いっていうのは鍵のカードで良いので、なんとかしたいって思ってるところもあるんじゃないかな。例えば連絡取ってみたいなとかね。私でも今自分のこのやってることとかを考えると、どこまで自分が責任持てるかなとか、あなたに期待持たせるようなことをしちゃって、また自分がこの取り組みのことがあるから、同じ恋愛に対して時間割けないとかなっちゃった時にがっかりされちゃったら、下手なことを言えないしなとかね、そういうことは考えてると思います。ではね、このお相手からのメッセージということで、ここから3枚カードをもらっています。またつながり合いたい、連絡取り合いたいとか、ご縁をまた近づけていきたいっていうのはお相手は思ってくれてるので、そしてお相手からのメッセージ、ここに全て込められています。あなた自身の輝きやお相手からの視線を集めるようなことを、まずこの方があなたに求めています。私を見てっていうことではなくて、私があなたのことを見るきっかけが欲しい。何か理由が欲しいんですよね。連絡があなたから来たから、これをきっかけにあなたの方を見て連絡を取ることができるとか、あと連絡を取り合うことによってデートしたり会ったりとか、会ってねお話ししたりとか、同じ空間にいられることによって、あなたが視界の中に入ってくることによって目線で追いかけることができる。この視野に入ってくることっていうのがこの方のメッセージとしてまず一つあること。この人のね視線を奪ってくださいっていうこと。あとはこの方からの注目というか目線が今あなたに向けられる時っていうのを常に意識してくださいっていうことですね。どうせ見られていないんじゃないかとか、見てくれていないんじゃないか、私の投稿を見ていないのかなとかね、 SNS、 あとは近くにいても私のことをどうせ見てないんだろうなとかっていうふうに思わずね、この人見てるんですよね。見てるので、いつも見られているっていう意識を持ってくださいっていうメッセージも入っています。視線を送っているので、ここもねそのサインを送っているっていうのが出てるんですけど、常にサインは送っているので、それに気づく努力をしてくださいっていうのがここでメッセージが入ってるんですよね。そしてあなたが復縁に向けてどんな目標を持っていますかっていうことを教えてください。どうしたいですか？復縁するのであればどんな手順を踏みたいですか？まずはどういう関係から修復していけばいいでしょうか？明確なことを伝えてきてください。そしてあなたが新しい扉を開く準備はできているのでしょうか？もしできているのであれば、それを進んでいく勇気は覚悟は持っているでしょうか？また再び2人が手を取り合っていくこの時間距離、ここに対してあなたは自分で進んでいこうというふうに思っているでしょうか？お相手からの動きを待つだけではなくて、あなたからの動きっていうのは出ているでしょうか？出していこうと思っているでしょうか？もしそのお気持ちがあれば、そのお気持ちの通りに進んでみてください。進んでほしいというお相手からのメッセージですね。お相手のところを訪れてほしい、来てほしいっていうのがメッセージで入ってくるんです。待ってるんじゃないかなと思うんですね。なのでこの方からの動きをあなたが待つというよりは、あなたの方から動いてほしいっていうのがお相手の本心、メッセージ、伝えたいことです。決して受け身なわけではないんですけど、きっかけが欲しいんですよね。また仲良くなっていけるようなきっかけ。今連絡取り合っているよっていう方だとしたら、プラスもう一歩ずつ踏み込んでいけるようなきっかけが欲しいっていうのがお相手からのメッセージです。そうですね、あなたからの動き。
それによって変わってくるだろうということで、はい、そしてあとはお選びいただいたオラクルカードからメッセージをもらっていきます。こちらは植物が描かれているオラクルカードです。こちらのカードは霊視と言いまして、キノコ類なんですね。実はここキノコの絵柄なんです。霊視という名前のキノコで、これは不老長寿の伝説があり有名なキノコです。縁起の良いものとして、はい、取り扱われています。はい、なので今あなたにとってチャンスがやってくるのかなっていうふうにも読むことができますね。今そのチャンスを切り開いていくのはあなた自身の手にかかっているよっていうこと、お相手がいつも視線を送っている、見てるよっていうこと、遠くからでも見てるんじゃないかな、あなたのことを応援してるよとか、そういうメッセージも送られてきてると思います。で、あなたが動けば今以上の関係に踏み込んでいくこともできます。そしてこの霊視のカードからは、長く続いていく長寿であるっていうこと、生命のエネルギーっていうメッセージが込められています。あなたがお相手と長くご縁を紡いでいくのであれば、今あなたの方から奇跡を起こしていきましょう。何かにね、あやかってもいいと思うんです。験担ぎと言いますか、自分にとってのラッキーモチーフとかラッキーチャームになるようなもの、お守りを身につけて勇気を持つとか、きっかけ作りをしていくってことですね。2人の間の共通点をついていくことでもいいと思いますし、何かしらのアクションを起こしていって、この方の動きっていうのを待ってみてください。いつでもあなたのことを見ているよっていうお相手のメッセージが伝わってくるので、じゃあ動いていった後に、ここから2人で協力して物事を作り上げていけるか、生活が成り立っていけるのかどうかっていうところがポイントになってくるので、そうですね、このお相手のこのつながりなんでしょうね。家族、友達、会社、活動、趣味っていうところでどうしてもここね、抜け出せないこのつながりがあるんですね。ここに対してあなたがでも自分をね、すごく我慢してまで合わせる必要がないから別れたんですよ、このお相手の言い分としては。だからこのまた復縁するのであれば、どういう形に取っていけばいいのかなっていうことをもう一度2人で話し合って決めていくような流れになっていきます。そのきっかけを作るのがあなたっていうことで、このカードが出てきていました。今回は復縁できますか？あの人が別れた時のお気持ち、理由について見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは復縁できますか？あの人が別れた時のお気持ち、なぜ別れたのか、理由を見ていきます。よろしくお願いします。ではここからカードをたくさん展開していって、あの人がお別れした時のお気持ち、理由と、そしてこれから復縁できる可能性があるかどうかっていうのを見ていきます。はい、それではカードを出していったので、このままお話進めていきます。今回カードをたくさん使用しました。まずお相手のお別れした時のお気持ちと理由について見ていくんですが、ここのカードなんですよね。見ていっても一つ挙げられるのは、お相手はあなたのことが好きだったっていうことですね。恋に落ちているってカードが2枚も出てきているので、別れたくなかったんじゃないかなと思います。いつまでも一緒にいたかったし、別れたくないっていう言葉をまず口にしたのではないかなと思いました。そしてあともう一つ可能性があるとするのであれば、年上の方っていうのが、キーパーソンとして入ってきます。
何かこう2人の間に年上の方が入ってきた、介入してきた、そして関わりのある方なんじゃないかな。それはそのお相手のご両親かもしれないし、その年上の方っていうのが入ってきます。親御さんだけではなくて、そうですね、年上の、パートナーだったりとか知り合いとかねがちょっと介入してきたのかなっていうのは少し考えられますが、そのことよりも自分はあなたのことが好きだったんだっていうことが強く前面に出てきていて、なんとかしてでも別れたくなかったっていうのが入ってきています。こちらのカードの流れも同じような展開で流れていくので、この人の中ではあなたとずっと一緒にいたかったんだっていうのが入ってきています。なんで別れちゃったのかなとか、どうしたらよかったんだろうかっていう後悔とかっていうよりも、この方はこの先どうしたいのかっていうのがもっと明確に出てきています。なので確かに後悔しています。別れてしまったっていうこの事実っていうことは後悔しているんですが、抗ったんじゃないかなって思ってるんですね。なんとか別れずに済む方法を探していたとか、なぜそれで別れてしまったんだろうって、その時はっきりと答えることができなかったことがある、解決できなかったこと、問題がある、2人では乗り越えられなかった、当時はね乗り越えられなかったんだけれども、これから先の未来、この今この時ね解決できなかったことがこれから解決するから、だからあなたとまた復縁したいんだっていうお相手のメッセージが入ってきています。この時は解決できなかったこの原因ですよね。お別れしてしまった原因がこれから解決されると、解決するんだと、変わるんだというお相手のメッセージが入ってきていますね。お別れしてしまった時っていうのはお相手の中では納得いっていなかったんじゃないかなって、しぶしぶお別れしてするという方法を選んだとか、またそうしなきゃいけなかったとか、自分の本意ではなかったとかね、あとは誰かに気を使った、周りのことを考えたら距離を置いた方がいいのかなって、しぶしぶですよね。本当は本心ではないと、あなたのことを求愛していたんです。愛を求めていたんですけど、それをね離れなきゃいけない、解決できないようなことがあった年上の方っていうのが入ってきますね。その方に別れるように言われたとか、自分の中ではね自分の気持ち通りじゃないからなんか納得いかないんだけどそうなっちゃったとか、またはあなたから逆にねお別れしましょうって言われて納得いかない、追いかけたいんだけど、もうそのお別れってことをねなんか条件つけられて、そういうことを何かあってお別れっていう道を2人で選んだのかなっていうことはね入ってきています。今でもね考えてるし、あなたとどうしたら復縁できるのかとか、良い関係性に持っていけるのかなってことを考えていて、これからこの人がこの解決に向かって動いていきます。何か原因がありますよね。お別れした原因、見てる方によって変わってくると思うんですけど、2人が思い合っていても別れるしかなかったとか、何かねお相手が嫌いになったから別れたとかじゃなくて、離れなきゃいけなくなった原因で未解決になっていること、それが解決の方へ向けてお相手が動いて変えていくんですよ。そのことによりあなたが動かない、動くとかではなくて、お相手の方から求めてやってきます。そしてこれからそのお相手が動きを出してくると思うので、それを見て、そしてあなたの方で受け止めてほしいと、お相手のこの気持ち、自分が復縁したいんだっていう気持ちや姿勢をあなたに受け取ってほしい、誠実な思いを受け取ってほしいということがお相手からのメッセージです。そしてあなたもそれを望んでるんじゃないかなって思うし、またこうやって2人でつながっていたい、何か他に原因があって2人が気持ちがあるのに離れてしまう原因があったんじゃないかなと思います。あなたはそれを
待ち望んでいる結果をあとは受け取るだけですっていうのがね、カードからのメッセージ、そしてお相手が言いたいこととして入ってきます。お相手の方から動いてくるから、どうかそれを優しい気持ちで受け止めてほしい。そしてまたあの頃のように愛し合う、純粋に愛し合いたい、そこを目指して今自分は頑張ってること、それをね伝えたいんだっていう風に入ってきますね。環境やこの方のそうですね、環境かなが変わると思うので、変えていく、改善されていくと思うので、それを見てね受け止めてください。そして時間かな、何か時間とか、例えば年齢差を気にしているっていう方もいるかもしれないので、そこについてはそこはとらわれないでくださいっていうメッセージも入ってくるんですね。もし年齢差でお別れすることになったとか、反対されたとか、それが原因だという方の場合は、そこについてお相手は乗り越えていくよっていうのが入ってきていますから、あなたの方から尻込みすることなく、その壁を乗り越えて受け止めていってくださいって、お相手の愛情をね受け止めてくださいっていうのが入っています。そしてあとはお相手が今あなたに対するお気持ちですね、十分にあなたに対する気持ち変わらず持っていると思うので、お相手、そうですね、お相手のお気持ちが十分に伝わるようなことがあるし、これから、チャンスがね訪れてくるんですよ。あなたはそれを受け取るっていうのがここ全て入ってきています。お相手、そうですね、どんな動き、どんなことをきっかけにまたあなたのところへやってくるのか、きっかけになるようなことをもらっていきましょう。はい、木のカードです。木のカードは安定、絆、安心、そして健康面を表しています。もし体調不良の方が周りにいらっしゃって、その方のことで気にかけているお相手、もしくはあなたがいた場合は、その健康問題の改善、解決っていうのが一つのきっかけになってくるでしょう。健康状態は自分たちのことが当てはまる方もいるし、自分たちの周りの方で健康状態が気になるなっていう方がいるのかもしれません。もう一つは信頼関係をもう一度築き上げていくっていうのがあるので、このお相手の方からあなたの信頼を取り戻すような言動、言葉や行動、多分行動の方かな、行動としてもきちっと見せてくれるところが出てくる、これから現れてくるので、それを受け取ってください。例えば連絡が来るとか、メールで元気、大丈夫、元気してるとか、最近どうしてるとか、全く今まで連絡なかったよっていう方でも、お相手片時もあなたのことを忘れていません。勇気を持ってあなたに連絡しようって思うと思います。で、今でも連絡取り合っているよっていう方だとしたら、さらに今一歩踏み込んだ内容で、今度会おうかとか、電話かけてもいいとか、お話ししないとか、そういうことまで深く掘り下げたことでお誘いが来るのではないかなと思いました。そして最後にこちら、お相手からのメッセージとして受け取ってください。まずここね、素晴らしいカードが入っています。問題は解決されます。ポジティブな流れが今やってきているので、なんか始まりですね。前兆がもうすでに現れています。解決する方向へ物事は動いていますから、どうかあなたも心配しないで、そしてワクワクした気持ちで待ち望んできてください。鮮やかな心、クリアな気持ちになって、今明るい未来を待っていてください。この方が解決していく道を切り開いていくので、新しい夜明けとか輝きですよね。この輝いている時間っていうのを持って運んでくるんですよね。この人がポジティブな流れを生み出してあなたの元へやってくるので、あなたはそれを受け入れてください。あなたの元へ届けられるメッセージがあるでしょう。この方からのメッセージ、連絡が来ると思います。それを受け取ってくださいっていうことを今伝えたいよっていうことですね。そしてあとはこちらのオラクルカードからメッセージをもらっていきます。このオラクルカードは植物が描かれているオラクルカードです。2番をお選びいただいた方、こちらの植物はアネモネのカードです。アネモネの花言葉、これ今赤い色が目立っているので、赤い色のアネモネの花言葉は君を愛するです。アネモネ全体的な花言葉は儚い恋なんですね。そしてアネモネっていうのは
花言葉は両方の意味を持ちます。ポジティブな意味もあってネガティブな意味を持つお花の色のね、アネモネもあるんです。その両方合わせ持っているお花なんですね。つまりはポジティブもネガティブも両方合わせ持つよっていうことを伝えてきてくれてるんだと思うんです。決してネガティブなことが悪いとかネガティブだけが全てではなくて、どちらの側面もあって成り立っているっていう、その陰と陽のバランスを伝えてきてくれてるのかなと思うんですね。ネガティブなこともポジティブな方向へ変えていくしっていうお相手の意思ですねっていうのもここ入ってます。なんか解決っていうメッセージが全体的に入ってくるんですね。今まで解決してこなかったこと、本当は思い合っていても儚い思いでお別れすることになってしまった、そのような物語がまたもう一度復活するよっていうことがここで言われてるんです。なんともならなかったことがなんとかなるようになると、このお相手の力で。だからそのたくさんの愛情をあなたは受け取る準備をしておいてください。はい、そしてそのポジティブネガティブ両面、そして答えが見つかるの他にも、このカードからは自信、そして期待してください、純粋な思いを持ってくださいというメッセージも込められています。こちらもね、クリアな気持ちでワクワクして期待してねっていうカードだったので、期待して今お相手の動きを待ってもいいのかなと思いました。そして限られている時間だと思います。次にお相手とお話しできるとか会える時間っていうのは少しの時間とかわずかな時間になる可能性があるんですが、とても濃い時間を過ごせると思うので、この時に目いっぱい伝えられることを伝えて、聞けることを聞いて、お互いね、良い気持ちでその日を過ごしましょうっていうメッセージが込められていました。今回は復縁できますか、復縁できる可能性とお別れした時のこの方のお気持ち、理由について見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回は復縁リーディング、復縁できる可能性はありますか？別れた時のあの人のお気持ち、理由について見ていきます。よろしくお願いします。今回はカードをたくさん展開して見ていきます。よろしくお願いします。はい、それではカードを出し終わったので見ていきます。まずここにあるのがお別れした時のあの人の思い、気持ち、理由っていうところで出しています。このあたりですね。で、ここにある、オラクルカードが最後お相手からの今あなたに伝えたいメッセージとして出しています。まずここのあたりから見ていきましょう。ここを見ていくと、お相手の中でやりたいことがあるからっていうのが理由の一つとして入っています。お別れした時の理由は自分の旅なんですよね。一人になりたかったっていうのもあるんですけど、なぜ一人になる必要があるのかって言ったら、心が煮詰まっていたっていうのもありますし、あとは自分でやりたいことがあったからっていうのがあるんです。やりたいことっていうのは夢、目標とか恋愛ではなくて、今自分が進むべき方向はこれなんだっていう何か目標があった、行かなきゃいけない、ここに向かって今自分が進んでいかなきゃいけない、すごくそれはストレスがかかることで煮詰まるようなことだから、余裕がなかったっていうのもある。自分の一人の時間を持って進めていきたい何かがあった。例えば他に好きな人ができたとかではなくて、優先させるものがあったんだと。
優先というのは自分のやりたいこと、進みたい道、もっと深く勉強して学んで進んでいきたい、キャリアアップかもしれないし、独立へ向けてやっていかなきゃいけないとか、あと海外留学とかですかね。なんかこう距離が離れてしまうようなことを旅立っていくっていうのがあるから、自らこの人が決めて去っていったっていうのももちろんねありますし、自分で決めて動いたことなんだ、考え抜いて出した答えなんだって。そしてチャレンジっていうカードも入ってるので、それは自分の夢目標のためにチャレンジしたことだった、それが原因だったんだっていうのがあるんです。場所の移動も大きく入ってくるので、転勤、または引っ越しとか卒業とか入学とか何かの境目でっていうのもあるんですけど、それは自分のこれから先の将来に向けて歩み始めたことだったんだっていうことですね。このお相手の将来のことで、この人が頑張ってきてること、ここにその恋愛っていう余裕が生まれなかったんじゃないかな。なのでこの時ね、申し訳ない、自分勝手で申し訳ないんだけど、自分のやりたいことのために自分でチャレンジ、自分の夢にねチャレンジさせてくれないかって、時間使わせてくれないかっていうようなことをお相手が言ったんじゃないかなと思うんです。何かチャンスをつかんだとか、手がかりをつかんだっていうのが入ってくるんですね。人から紹介されたとか、お仕事をね依頼されたとか、新しいご縁があったとか、勧誘とかでスカウトとかですね、才能が認められて、自分でこの道でやってみたいって、挑戦してみたいって思って進んだ、旅に出たんだ。だからそこで恋愛っていうところに時間を割けなくなってしまったとか、このチャレンジするっていう方が割合が大きかったんですよね。こっちの道を追求したかったんですよ。あなたと一緒に恋愛していくっていうことよりも、こっちを優先したかったんだっていうのが理由なんですね。これが理由で、他に好きな人ができた、何かじゃあ他に原因があるのかではなくて、やりたいことがあったんだっていうのがこの人の別れた理由、お気持ちっていうところですね。自分の限界に挑戦したくなった、未開の地を開拓したくなった、新しい仕事にね挑戦したくなったとか、そういうことだと思います。そうですね。そのために一人で頑張ろう、自分で道を極めよう、恋愛はまずひとまず置いといて、まず自分が今やりたいことを優先的にやっていこうっていうのが、この別れた当時のお相手のお気持ち、状況です。そしてこれからじゃあ復縁する可能性あるんですかっていうふうに尋ねた場合、答えは大きくイエスです。太陽のカードが出ています。復縁に向けて物事は明るい展開になっていくでしょう。物事は流れていきます。そしてポイントを押さえて進めていきましょうっていうこともねお伝えしていきます。まず今の現状、お相手の今のねお気持ちっていうところを見るんです。ペンタクル4番で、またねここも守りたい、譲れないものがあるっていうカードが出てきていて、それはあなたのことについてね深く考えていて、あなたを手放したくない、手放しちゃったことを後悔してるってこともそうかもしれないし、もう片方ではやっぱり自分のこの今自分が優先させたいこと、これはどうしても引けないってことが言われてるのかもしれないので、あなたに対するお気持ちで1枚ルノルマンカード出していきます。あなたに対するお気持ち、ユリのカードですね。純粋なお気持ちで今見ていらっしゃると思います。はい。なので今そのあなたとのご縁、今ね疎遠になっているんだったら、今その仲良くなるきっかけを、目指してるというか、自分でねこうお別れっていう風な道決めちゃってちょっと後ろめたい気持ちもあるので、自分の方から歩み寄ってはいけないんだけど、本心っていうところだとあなたとまたね仲良くお話できたらいいなとかね、大事な気持ちは変わらず持ってるから、どうやって表現しようか。そうですね、プライドが邪魔して素直になれないってところもあるかもしれない。別れた原因にもよるんですけど、この人の方から別れようって言っちゃったとしたら、自分からこういうこと言っちゃったし、今更もう一度仲良くしようなんて言えないよなっていうふうに考えてると思うし、
あなたに対するお気持ちは百合のカードで、百合は調和ですね、純粋純潔を表しています。なのであなたに対する思いっていうのは、誠実な思いっていうのは残っている。あとはその自分が動いていけるのかどうかっていうところで、ちょっとね、ここね、まだ歩き出せていないよっていう現状がありますね。未来は明るい方向へ流れていきます。これからの課題点としてラバーズが入っていますね。また2人で手を取り合っていけるのかどうかっていうのがこれからの2人の課題です。ただ物事は良い方向に流れていくし、こちらの最終結果もワンドのエースなので、また再びね、始まっていく情熱的な復縁の可能性がありです。そしてじゃあ今あなたができることってあるのかなっていうところを見ていくと、ソードの2番なので、今ちょっとまだセーブ状態、あなたの方からは大きな動きを見せずに、今この状態を保っておいてください。お相手と今疎遠になっているとか、あとはその今でも連絡取り合ってるよとか、頻繁に顔合わせてるよとか、距離感が人によって違ってくると思うんですけど、今のそのお相手との距離感をうまいバランス取っておいてくださいねっていうのが今のあなたができることです。そうですね。そして対策ですなんですけど、ここ1枚深掘りしていきます。お相手が自分のことを優先させて旅に出る、チャレンジしたいことがある。これは自分にとってはビッグなチャンス、出来事だったんだっていうことに対しては、ここが落ち着いていくのかなと思います。なんか昇給のチャンスとか転職のチャンスとか、環境が変わる大きなきっかけがあって、船のカードですね。物事はね、やっぱり前向きに良い流れになっていきます。流れていくので、この人の中でも今チャレンジしていることが一区切りつくとか、一段落ついて、そして自然な流れであなたに近づいていくというかね、今更どんな顔してあなたのところに連絡取ったらいいんだろうとか、どんな顔して声かけたらいいんだろうっていうところはあるんですけど、ここ勇気を出してお相手の方から一歩を踏み出してくると思います。多分びっくりすると思いますね、あなたは。まさかこんな、そのお相手っていわゆるなんか一匹狼タイプというか、こう自分から折れない人だと思うんですね。なのでそんなお相手からまさか折れてというか、話しかけてくるなんてとか、謝ってくるかもしれない、あの時ああいう風にお別れしちゃってごめんねとか、まさかそんな本音を見せてくれるなんてっていうようなびっくりするような流れで物事が流れていくかもしれない。この人の中で勇気を持って動いてくると思う、変わってくると思うので、この人の動きを見てください。そして問題となるのが、じゃあもう一度復縁ってなった場合に、次はどういう風に手を取り合っていくのか、どんなコミュニケーションをとっていくのかっていうことで、この人がその別れた時に重点を置いていた自分のチャレンジしたいことって、じゃあどうなったの？そしてこれが今でも続いてるんだったら、これと私との関係をどうやってバランス取っていくのかっていうのをね、この方とゆっくりと話し合って方向性を定めていくといいよっていうカードが出てきています。物事が始まっていくっていうね、太陽とワンドのエースが出ていますので、そうですね、お相手からの動きがあって、そこから復縁っていう流れに物事が流れていくと思います。突然また復縁というか、恋人のようにね、燃え上がるような時間を過ごす可能性もあります。徐々に距離を近づけていくというよりは、一回お互い受け入れ合っちゃったら、もうすぐ復縁とかバチンとはまるようなことがあれば、急激に近づいていくことになると思います。ではこちら最後にお相手からのメッセージとしてお伝えしていきます。まず、あなたがすごく魅力的だっていうことをお相手は伝えてきてくれています。だから本当は手放したくなかったのに、自分があなたを手放してしまったことに対して今後悔しているというか、そうしなきゃいけないようなことだった
かもしれないんだけど、もっとうまくお付き合いできる方法、両立してやっていける方法があったんじゃないかなっていうのが正直なこの人のお気持ちでも、素直に伝えることができないから少しもどかしいな。そしてあなたがすごく魅力的だったんだよってことは今でもずっと感じてる。それはその見た目だけではなくて内面からにじみ出る美しさっていうのもすごく感じているから、やっぱりあなたしかいないんだっていう思いが自分の中に今でもあるよっていうことです。そしてどうか自分の美しさっていうのを誇りを持ってください。お別れすることになっちゃったんだけど、あなたに惹かれてる気持ちは今でも変わらずあるし、じゃあどうしてあの時別れるって言ったのっていうことを責めないでほしい。これから先の未来ね、明るい未来をまた2人で歩み寄ってやっていくためにも、今自分のことを許して受け入れてほしい。あの時こう言ったじゃんとか、ああだったじゃんっていうことじゃなくて、過去のことではなくて未来に目を向けて受け入れてほしい。もしあなたがこのお相手と復縁するっていうのを期待しているのであれば、望んでいるのであれば、このお相手の言葉や気持ち、動きっていうのを受け入れて、どうか一緒にね、長い道歩んでくれないかっていうことをお相手が伝えてきてくれています。はい、すごくね、あなたが魅力的だよってことをお相手は言っていますね。どうして別れちゃったんだろうっていう後悔もあります。そしてこれから先、じゃあお相手からの動きを見て、あなたが受け取った時にどうやってお相手と距離を縮めていこうか、今度はどんなお付き合いをすればうまくいくのかなっていうところをまた2人で探していきながら、手探りの状態で始めるかもしれないんだけれども、明るい未来っていうところを見てください。過去ではなく未来をっていうところをメッセージとしてお相手が伝えてきてくれていました。そしてあとはこちらですね、お選びいただいた3番のカード、これは植物のオラクルカードになっています。3番さんはスノードロップという植物になっています。カードからのメッセージは、真実の愛に向かってたゆまぬ努力をしていきましょう。そしてこちらのスノードロップのカードのメッセージは、過去の記憶、そして忍耐、これらを更新して過去ではなくて希望、未来を見てくださいっていうメッセージです。またスノードロップの花言葉は希望、そして切ない恋愛という花言葉があります。お別れは切ないものだったかもしれません。切ない恋愛をしていたのかもしれないですね、過去お付き合いしていた時は。だけど未来に希望を持ってくださいっていうカードね、入っています。太陽とかラバーズ、ワンドのエースも入っていますし、お相手からのメッセージを見ていても、過去ではなくて未来を見てほしい、未来を望んでほしいということを言っています。もしあなたがそれを受け入れてくれるのであれば、2人で復縁の方へ向かって進んでいきたいというメッセージ。そしてこちらのスノードロップというのは、実はこちら逸話がありまして、スノードロップの花言葉の由来は、禁断の実を食べてエデンの園を追放されたアダムとイブが寒い空の下で凍えていると、天使が舞い降りてきて雪をスノードロップに変えて2人を勇気づけたという逸話があります。はい、なのでこの、なんかロマンチックなお話ですよね。辛いな、厳しいな、寒いなと思ってる中に雪をドロップに変えて渡してくれたんだそうです。だからあなたも希望を持ってね、今辛い現実とか厳しいなって思っていたとしても、希望を持ち続けてお相手と明るい未来を見てくださいっていうメッセージもありました。このスノードロップのね、お花の物語も素敵ですよね。そしてより自分の魅力開花に向けて今やられていくといいんじゃないかっていう、魅力っていうカードが2枚入っているので、自分の魅力に自信を持つだけではなくて、じゃあより一層自分磨きに励んでおこうっていうことでもいいと思います。こちらもぜひお受け取りください。今回は復縁できますか、別れた時のあの人のお気持ち、理由について見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングは以上となります。復縁リーディング久々に行いました。復縁の可能性はありますか？そして
以前過去にコメントでいただいたんですが、その復縁できる可能性ではなくて、別れた時の理由を深く知りたかったですというコメントがあったので、そちらの方を採用させていただいて、別れた理由やあの人のその別れた時のお気持ち、原因っていうところにも焦点を当てて見ていきました。はい。そして久々に行った復縁リーディングでしたが、皆さんそれぞれ結果変わってきましたが、それぞれより良い未来を、選択して選んでね、進んでいかれるような、そんな背中を押せるようなアドバイスをお送りできたらなと思い、リーディングさせていただきました。はい、ではここからプチ3択占いを行っていこうと思います。今回は復縁についてリーディングしていますので、じゃあ私が復縁を望んでいる場合、私はどんな風に気持ちを切り替えてこれから良い未来をつかんでいけばいいのか、具体的なあなたに対するアドバイスもらっていきましょう。今回の復縁リーディングではお相手のお気持ち、目線中心に見ていったので、じゃあ私ってどういうことを思っていればいいの、どういうことすればいいのっていうことをもう少し深掘りしてもらっていこうと思います。まずジプシーで3つ出します。そしてその後に、こちらのルノルマンを使ってルノルマンからも1枚ずつ出していきます。で、合わせて今回読んでいきます。選択肢関係なく左、真ん中、右と直感でお好きなもの1枚お選び、1枚というか2枚ですね、お選びください。今回2枚出していきますから、左か真ん中か右か。では見ていきましょう。今回真ん中の方から見ていきます。真ん中をお選びいただいた方、今私どういうことを考え、何をポイントとして押さえていけばいいのか、まずジプシーから見ていきましょう。はい、家のカード。まずお家でゆっくりすること、心が落ち着くような場所。多分ね、これね、お家のカードなので自宅っていうのが当てはまると思います。自室とか自宅とか、安心できる場所でゆっくりすること。そしてもう一点、ここに喜びのカードが入ってるので、家の中で楽しいことをしましょう。ホームパーティー、誰かを招いて友達とね、一緒に遊んでもいいでしょう。お家の中で、SNS を使ってオンラインで友達とつながってもいいでしょう。新しいコミュニティの中に入って楽しく過ごしてください。それが今あなたができること、全くお相手に関係ないよっていうふうに思うかもしれないんですが、今自分自身に対してできることとして捉えていただいてもいいですし、この輪の中にお相手を入れることでもいいと思うんです。あなたとお相手の距離感によってはね、お相手と今でもやり取りしてるよっていう方は、お相手と一緒にコミュニティを作って、その中に自分たちが入っていくとか、何か家の中でできることっていうのがあるので、家にね、そのお相手を招待して友達とみんなで遊ぶっていうのが可能な方もいるかもしれないんですけど、一番可能性があるのは家の中でメールや SNS を使ってお相手と遊んだりやり取りしたりすることで、なおかつ2人ではなくて他にも人がいること、みんなで遊んだりやり取りできるようなことがここポイントとして入ってくるのかなと思いました。お相手を混ぜるのであればそれが一番可能性が高い。で、お相手を除いて今あなた自身が何ができるかなって言ったら、喜びや安心できることを意識的にやってみてね、あとゆっくり休んでねとかね、楽しいことしてねっていうことが入ってきてるかなと思います。では左をお選びいただいた方見ていきましょう。お庭のカード、そしてこれね、ライバルを表す、ライバルだったり敵対している人、敵視している人っていうのを表します。隠れた敵ですね。プラスここ庭のカードが入っています。あなたの人脈の中に気になるというのは気に障る人がいるかもしれません。隠れてあなたのことを見ている人、これは決して好意的なものではないかもしれない。あなたからしてみたらこの人はね、あなたのことが好きであなたを追いかけている人かもしれないし、そうじゃなくて恋のライバルかもしれないし、
あなたにとってはあまり心地よくない方だと思います。この方、存在がね、多分気になる方がいると思う。好きな人じゃなくて、なんか気になる人がいるって、自分にとっては心地いい存在ではないんじゃないかと、自分の人脈の中にいると、この方との距離の取り方とか付き合い方っていうのを見た方が良さそう。どんな風にしてやっていけばいいのか、シャドウキャットからもらっていきましょう。潜んでいるっていう感じがしますね。遠くから見ていたり、何か潜んでいる存在がいる人だと思います。対人ですね。対人関係の見直し、または注意。もう少し深くもらっていきましょう。この人についてどうすればいいのか。はい、危険を逃れる、逃げるですね。この人から逃げてくださいっていうメッセージです。その好きなお相手じゃなくてね、違う方で気になる人がいる、なんかこう煩わしいと言ってしまえばあれなんですが、こうね、友達の輪の中とか、ね、好きなお相手関係ないかもしれないし、恋のライバルかもしれないんだけど、あなたの中で今の現状気になる人がいる、ちょっと離れたいな、近づきたくない、あまり関わりたくないなって人、またはあなたに攻撃的な人、この人から逃げてくださいっていうのが入ってきていました。なので、人が集まる場所に行くとか、コミュニティに参加している時とか、みんながいる時にこう気に障るような人がいると思うので、その人から逃げてください。心の安全を守りましょうっていうことですね。あまり無理はしないでくださいっていうメッセージがこちら入っています。人疲れしないように。そして右側をお選びいただいた方です。はい、見ていきましょう。クローバーとラバーのカードですね。愛を伝えましょうっていうカードですね。愛を歌う人です。あなたの愛情表現をしてください。お相手に対してじゃないでしょうか。で、今ね、勇気がなくてお相手に直接愛を表現するのが、愛を伝えるのが勇気いります、まだ難しいですっていう方は、まず身近な人たちに感謝の気持ちを伝えることから始めていってください。これね、毎日の積み重ね、小さなチャンスや幸運がやがて大きなものへと広がっていくでしょう。あなたの呼びかけがきっかけになります。はい、愛を毎日歌うというふうに出ています、ね。その愛が難しいっていう方は、まず感謝の気持ちとかからお相手にね、この優しい気持ちを届けるっていうお気持ちで発信していかれるといいのではないかなと出てきていました。今回は復縁できますか、復縁できる可能性、そしてあの人の別れた時の気持ちや理由についてリーディングしていきました。そしてプチ3択占いもぜひ参考にしてください。では今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。